今回はですね、皆さんの大切なお金、特に何もしないっていう選択肢に潜んでいる見えないリスクについて話していこうと思います。データと心理学、両方の角度から深く見ていきますよ。銀行口座にただ置いてあるお金、そのお金の未来って真剣に考えたことありますか？早速ですが、この画面の問いかけ、ちょっとドキッとしませんか？あなたの100万円、10年後には価値が半分になるかもしれない。これ、決して大げさな話とか、脅し文句っていうわけじゃないんです。そうなんですよ。これ残念ながら過去の経済データをしっかり分析すると、決してエスラジョとは言えないリアルなシナリオなんです。でも、じゃあなんで私たちはこの事実をどこかで知りながらもなかなか行動に移せないんでしょうか。その心のメカニズム、ここから深く見ていきましょう。ここからは、なぜ私たちが頭では分かってるんだけど動けないのか、その行動を縛っている見えない鎖、つまり心理的な罠の正体を解き明かしていきます。インフレでお金の価値がどんどん目減りしてる。何か対策しなきゃな。頭ではもう痛いほど分かってる。なのになぜか最初の一歩が踏み出せない。この感覚、きっと多くの方が経験してるんじゃないでしょうか。実はそれにはちゃんとした理由があるんです。私たちの悩みって実はこんな風に結構複雑な5つの階層になってるんですよね。まず第一の層。ニュースとか見て、あれこのままだとお金の価値やばいかもって漠然と不安になるじゃないですか。で、第二の層。じゃあ何か調べようって思うんですけど、株、債券、暗号資産、金、もう情報が多すぎて完全に比較マヨ状態に陥っちゃう。で、第三の層。よし、これにしようって決断しようとしても、いや待てよ、今が一番高い時だったらどうしようっていう恐怖ありますよね。いわゆる高値掴みの恐怖です。そして第4の層。もし勇気を出して変えたとしても、本当にこの選択で良かったのかなって後から後から後悔が押し寄せてくる。そして最後、第5の層として、自分の年齢とか資産状況とかもっと個人的な壁がドンと立ちはだかるわけです。この悩みの連鎖がもう私たちの足をがっちりと固めてしまうんですね。しかもですよ、この5階層の悩みの一番根っこをたどっていくと、最終的に2つの巨大な恐怖に行き着くんです。一つは損失回避。つまり今持ってる現金を1円だって失いたくないっていうものすごく強力なブレーキです。でもう一つが FOMO。これは周りがインフレ対策でうまくやってるのに自分だけ乗り遅れるんじゃないかっていう焦りですね。失いたくない、でも乗り遅れたくもない、このアクセルとブレーキを同時に思いっきり踏んでるような矛盾した状態が私たちを完全にフリーズさせてしまう、その正体なんです。さて、このなかなか厄介な心理的な罠を理解した上で、今度は視点をガラッと変えてみましょう。感情を一切挟まない、物理的で極めて冷静なデータの世界。これをちょっと覗いてみたいと思います。ここでめちゃくちゃ重要になってくるのがピークゴールドっていう考え方です。これどういうことかっていうと、地球上で掘り出せる金の量には物理的な限界、つまり天井があるっていう事実のことなんですね。中央銀行がキーボードをポンと叩けばいくらでも増やせる通貨とはもう根本的に違うんです。この絶対的な量には限りがあるっていう大前提が金の価値をずっと支えてるわけです。このスライドの言葉がその本質をすごくうまく言い表してますよね。二度と作られることのないヴィンテージの時計と全く同じです。供給量に物理的な天井が決まってるからこそ、その価値が未来にわたって保たれるということなんです。しかもこの希少性が持つ価値っていうのはただの希望的観測なんかじゃなくて、ちゃんと歴史的なデータが裏付けてるんです。特に1970年代のスタグフレーション、つまり物価は上がるのに景気は悪くなるっていう通貨への信頼がめちゃくちゃ揺らいだ時期のデータがその価値をはっきりと示しています。で、その歴史的なデータを元にしたあるシミュレーションによると、もし通貨の価値がこれからも年率 2% から 3% くらいのペースで下がり続けたとしたら、2035年にはなんと金価格が 1g あたり2万5000円を突破する、そういうシナリオも十分に考えられると示唆されてるんですね。もちろんこれはあくまで一つの予測モデルですけど、でもちょっと無視できない数字だと思いませんか？さて、ここまでで私たちの心を縛る心理的な罠と、そして客観的なデータの両方を見てきました。ここまで理解した今、私たちの目の前にははっきりと2つの道が見えてきたはずです。ここからは資産を守るための2つの道。あなたがどっちを選ぶのか決断の時です。一つは今までと同じように何もしないという道。そしてもう一つはデータをちゃんと見て、さっき話した
心理的なブロックを乗り越えて行動するという道です。ここで今回一番大事なポイントを言います。このスライドの言葉に全てが集約されてます。何もしないって決して安全な選択じゃないんです。それは通貨の価値が下がっていくっていう、もう避けることができない最大のリスクを何もせずにただただ受け入れるっていう、実はものすごく積極的な決断なんですよ。じゃあどうすれば心理的な罠をうまくかわして賢い一歩を踏み出せるのか。そのための行動の黄金のルールをここからご紹介します。それがこの黄金のルール、つまりドルコスト平均法です。これどういうやり方かっていうと、価格が高い時も逆に安い時もそんなことはお構いなしに毎月決まった額を機械的に淡々と買い続ける方法です。そもそもタイミングを読もうとするからこそ感情の罠にはまるわけですから、その感情そのものを意思決定のプロセスから完全に排除するシステムを作るというアプローチなんですね。しかもこのルールを実践する方法って今やもう驚くほど手軽になってるんです。例えば毎月コツコツと金を買い溜めていく純金積立サービスとか、証券口座で株みたいに手軽に買える金 ETF とか、スマートフォン一つあればほんの少額からでも始められる仕組みがちゃんと整ってるんですね。ここで一番大事なのは、一度自動で積み立てる設定をしたらあとはもう忘れてしまうこと。日々の値段の動きを見て一喜一憂しないこと。それこそがこのシステムのゴールなんです。結局のところ、自分の資産を守れるかどうかって市場の未来を予測する能力の問題じゃないんです。そうじゃなくて、自分自身の心理をいかにハックできるかどうかにかかっている。これこそが今回の分析で一番伝えたかったメッセージです。最後にものすごく面白い思考実験でこの解説を締めくくりたいと思います。今日の話って全部金の供給量には物理的な限界があるっていう絶対的な大前提の上に成り立っていましたよね。じゃあもしもですよ、未来に宇宙開発がものすごく進んで小惑星からもう無限に金が掘り出せるようになったとしたら、金の価値の根っこである希少性そのものが根底から崩れてしまうかもしれない。どんなに確かなデータも前提条件が変われば一瞬で崩れ去る可能性がある。だからこそ私たちは常に学び続けて考え続けることが本当に重要なんですね。